ほい、こんちは。今回は、100均で買ったこのカウンターを、ガチで設計から作っていくよ。分解して構造を理解し、設計、製作、3D プリンターで部品をすべて、この後作ってくんだけど。まずは中身がどうなっているのか、分解して確かめてみるよ。ダイヤルの裏側を見てみると、ギアの部分が1箇所だけ深くなってるよ。これが桁上がりの大事な仕掛けみたい。ここが逆回転防止の爪で、こっちには桁ごとに高さの違う爪が入ってるよ。ちょっと見にくいんだけど、見えるかな？実物だとわかりにくいから、けどでその部分を切り出してみたよ。この爪がさっきの溝に落ちることで、隣の桁が回る仕組みなんだね。設計ができたから、一気に 3D プリントしていくよ。タイムラプスで見ていくよ。できてくるとワクワクするよね。よし、すり上がった。だけど、全然動かない。形をなんとなく真似するだけじゃ、ダメみたいだね。大きな理由は、レバーがフレームに当たっちゃってること。あとは、バネが弱すぎて元の位置に戻らないんだよね。というわけで修正してみたよ。左が修正前で、右が修正後。バネが強そうになったでしょ？こっちがケースの修正前後。この赤丸の部分を少し削ったよ。これでレバーがフレームに当たらず、スムーズに動くはず。というわけで修正板を組み立ててみたよ。バネもレバーも、スムーズに戻るようになったよ。カバーをつけてみたよ。横から見た動きはバッチリだね。でも、正面から見ると。ダイヤルが全部一緒に動いちゃってる。ダイヤル同士の隙間が、少し狭すぎたかな。というわけでもう一回修正、ダイヤルを少し薄くして隙間を作ります。回り止めの爪の形も変えて、あえて少し回りづらさをプラスしてみたよ。さて、今度は動くかな？完璧。隣もついてこないし、クリック感もバッチリだね。爪の動きが見やすいように、ダイヤルを小さくして裏側から見てみるよ。ほら、こうすると桁上がりの仕組みがよくわかるでしょ？これで桁上がりの仕組みは完成なんだけど、カウンターってもう1個大事な機能があるよね。そう、数字をパッとゼロに戻せるリセット機能。これも追加してみるよ。ダイヤルの中はこんな感じになってるよ。仕組みはシンプル。ダイヤル内の突起と軸と一緒に回る爪の2つだよ。これがカチッと噛み合うことで、強制的にゼロにリセットできるんだよね。さらに、バネ戻しのボタンをやめて、あえて手動のレバーに変更したよ。その分ケースの上部をがっつり削ったから、ダイヤルの視認性も抜群だね。それじゃ、追加したパーツをどんどん組み立てていくよ。はい、出来上がり。桁上がりの動作は、バッチリだね。そして、リセットは、完璧。一気に全部の桁をゼロに揃えることができたよ。リセットの仕組み、ここの隙間から爪の動きがちょっと見えるんだよね。軸を回すと、爪が噛み合って動くよ。というわけで、最初は全然動かなかったのに、無事、完成したよ。作ってみて思ったけど、やっぱり100均ってすごいよね。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。それじゃあ、また次回の動画で、バイバイ。